どうもトモソーヤです。前回動画はウルグアイのコロニアからアルゼンチンのブエノスアイレスまで船を使わずに陸路移動、どれだけの時間と費用を使うのか。今回は見どころ盛りだくさんのアルゼンチンの首都ブエノスアイレス大観光、現地人から教えてもらうローカル観光地とアルゼンチンの家庭感ある雰囲気を同時に紹介。お誕生日会多すぎる。今回はアルゼンチンの首都ブエノスアイレスをいろんな観光地だけではなくローカルな雰囲気、いろんな角度からこの動画でお届け。どうもそうや、チャンネル登録よろしくよろしく。まずは前回動画で出会ったアルゼンチン人の方々の家に泊まらせてもらっただけではなく、治安の悪いローカルな場所を案内してもらったり、一緒に観光地に行って食事をおごってもらったりしながら首都ブエノスアイレスを楽しむトモソーヤであった。とりあえずブエノスアイレス市内でも非常に治安が悪いエリアとして知られているバホフローレスというエリアを紹介。現地人がいろんなことを説明しながら車に乗せてくれてバホフローレスを案内してくれました。治安悪い言うても正直一人で歩けそうな雰囲気ですね。自分にとってはこの辺は雰囲気やばいかもしれん。まあ散歩してみてわかるけど観光客は誰一人おらん。現地人がねコレクティブを購入したいということで僕はそれについて行きました。試乗させてくれたりして、まあ自分は運転はしないんですけどドライブ楽しめましたね。僕のお金大金持ちになりました。メキシコの時にねお世話になったマリアッチがこういう場所に来ています。50歳の女の人のお誕生日会らしいです。50歳になってもこんだけ祝ってもらえるっていいですね。素晴らしい。メキシコンプレーンヨスやばい、雰囲気がいきなりメキシコチックになりました。メキシコっぽいですね。いやはぎ小杉に似てる人がね奥におる。小杉だったかな、なんか忘れた。小杉晩ご飯はねコスタネーラの近くにあるハンバーガー屋さん、まあハンバーガーとかホットドッグとかそういう系の料理がある場所で飯食うよみんなで。チョリソー、肉がなかなかジューシーで美味しそう。でここでね手渡しで頼んだねものねもらえます。ここでね自由にソースとか野菜をつけることができるんでしょう。頼んだものが到着しました。こんな感じ。そこでね野菜とかを入れていくよ。カスタマイズされてこんな感じになりましたよ。リコ、こちらに見えるのがプエンテ・デ・モヘレス、直訳すると女の橋。まあこんな感じですね。実際に渡ってみたら結構でかい橋、女橋の上でアルゼンチンっぽいねタンゴを踊ってますわ。タンゴ、あれがねアルゼンチン発祥の踊りタンゴ。黒猫のタンゴじゃないですよ、アルゼンチンのタンゴですよ。橋の近くにはこんな感じででっかい船があって、周りにちょっとねクラブチックな音楽がかかってるレストランがあるって感じかな。なんか飲み物そんなめちゃくちゃ高いわけではなさそうな感じ。友達が踊ってるよ。そして友達がお金を入れたよ。これおもろいな。集団でやっぱね観光したらおもろいなマジで。ソフトクリーム買ってくれました。おごってもらってばっかりなんでねちょっと我慢してたんですけどいつの間にか買ってくれてました。こんな感じでみんな仲良くねソフトクリームを食べています。おコーノドブレコーノドブレ。¿Qué te parece? ¿Rico? ¿Qué rico? ¿Cómo estás? 絶対夜寝れんやつやん。寝ている隣でこんだけ爆音でみんなね踊ってるっていう絶対寝れんやつ。今日木曜日やけどアルゼンチンでねこんな感じのフェリーあります。アルゼンチンでもねこういう感じのね市場みたいなのがあるんですよ。かなり安いですね。ボリビアで食べたサルテーニャはまさかのアルゼンチンでね売ってた。しかもそんなに高くない。まさかこんなところで出会うとはと思って買ってしまったよ。1つ2500アルゼンチンペソ。靴下も結構安いです。カ
牡蠣の味、そしてトレスポルセンペソ、安いですね。僕もねついつい購入しちゃいました。普段は買わんけど。トレスポルセルス見るカリダットも鼻炎らしいとのことです、さっき普通に偽札渡されたんやけど自分もよう気がついたわ。これ大丈夫なんって聞いたら、変えたるわって言ってくれて、普通に変えてくれた。もう何事もなかったかのように偽札渡されたエンパナーダハムチーズ、エンパナーダ3つのエンパナーダで2500ペソ、なんか安いな思った以上に。こっちがね2000ペソで、2000ペソでこのクオリティ、ユニクロのなんかこのマテリアル、素材のパンツ手に入れるみたいな、旅人に優しい素材なんですよ、こういうの。けどこっちね4000ペソ言われました。なんでバイバイ。あの素材のパンツが同じく2000ペソだったら絶対買っとったんやけど、4000ペソ言われたんでちょっとね買わなかったっす。野菜もねいい感じのね価格帯なんですよ。こんな感じでね、まあいろんなものが売ってるよ。おばちゃんがねちょっと悲しそうな雰囲気でねパン売ってたんでね、僕はねちょっとねガジェータ購入しました。2000ペソでした。グラシアス。そしてドラゴンボール SDS マテアルゼンティーナこんならんか私がピザを頼んでくれました。ピッツァカングレホ、ピッツァもピッツァグラシャスカニピザとマテの組み合わせです。めちゃめちゃ美味しい。アルゼンチンのいろんな場所をね、地元のアルゼンチンの友達がねいろいろバイクで連れてってくれるということで、今日はねその方にねついてきます。どうもトモソーヤチャンネルです。今日もねいろんな方の助けがあってこの動画が作られているというか、この YouTube チャンネルが成り立っているようなもんですね。頭割とでかい方なんでちょっとね締め付けが厳しいです。まあこんな感じでいろんな風景をねバイクで走りながら見させてもらっております。まあ綺麗な道があるということでちょっと案内してくれてますね。全然心斎橋より綺麗な道やこれ。普通にまさかのゲーセンなんですけど広々しすぎやろ、日本だったらなんかもうガチャポンの機械置きまくるよな。オンセミルプリングレスってなんかいろんな国で見るけど結構高いよな。もうなんかアジアの商品結構売られてますわ。プロモーションで5000ペソでも買わんやろ、高いって。しかもこれ期限過ぎとるし、なんで裸なん上半身やばいやん。マジで大都会っていうイメージですね。ほんまに大都会、南米のパリ、それがブエノスアイレスです。あれ思った以上に安いですね。3900ペソ、アルゼンチン。そして現在はショッピングモールに連れてきてもらってます。ここの屋根天井がすごく綺麗ということで連れてきてもらってますね。ガレリアスパシフィコという場所です。こんな感じで天井が綺麗な場所。セントロクルトゥアルコレアーナという場所もありますね。韓国に関する美術館みたいな感じですね。こんな感じでミュージックビデオも K-POP 流れてます。韓国っていう感じの空間ですわ。なんかちょっと子供向けなような感じの場所ですね。K-POP というか韓国の文化が大好きな子供たちにおすすめの場所かもしれない。キムチについてラテンアメリカの人に紹介するときはアシッドピカンテって言ったら伝わります。酸っぱい辛いみたいな感じの意味。こんな感じでたくさんのツボ見せられてもしゃあないよな。こんな誰が興味あるのこんなツボとか。こういう場所に外国人の方と来たらいろいろね説明しやすいよね。日本の料理、韓国の料理こんな感じですみたいな感じでね、すれ違う人がかなりこっちを見てくるんですけど、完全に僕のことね韓国人と思ってますよね。あそこに見えてる銀色の花みたいなのは夜になったら閉まって朝になったら開くらしい。はい、お次はハルディンボタニコという場所。ここは入場無料でのんびりすることができるマテを飲むのに最適な場所。マパアジア
アジア、アフリカ、アメリカ、アジア、なんかいろいろ分かれてるみたいですね。まあ思った以上に壮大ですね。まあいろんな木があるって感じですわ。大自然。彼が作ってくれましたアルゼンチン料理のミラネーサです。ミラネーサをサンドイッチにして食べますね。ケリコ、グラチャス。サンドイッチとサンドイッチ。レストランでね食べるね飯とかもいいけど、こういうところでね食べる料理も美味しいですね。美味しい。リコ。美味しい。美味しい。サンドイッチ鶏肉のサンドイッチ。はい、確実にこれが日本のコーナーですね。なんとなくの雰囲気でわかります。オープンナトゥラレーサーおぱい。ほんまに散歩するだけって感じかな。散歩して立ち止まって待て飲むっていう雰囲気の場所。ふむふむおしゃれですね。はい、ここはプラサイタリアという場所。イタリア広場、のんびりするだけの場所。まあ現地人と一緒に行動したらやっぱりいろんなことを教えてもらえるんでね、面白いですね。パレセチュロのチュロパレセSí, me gusta churro。このね、なんか寂しげに立ってる柱が古代ローマの神殿に使われてた柱らしくて、それがローマからブエノスアイレスに送られてきた柱とのこと。テストに入れます。なんか動物園に来たんですけど、無料で入れると思ったんですけど、ちょっとなんか無料で入れることはなさそうな雰囲気。どうする切符を買うのか。パスポートの写真を見せたら無料で入ることができました。やっほい、グラティス。僕の大好きな言葉、グラティス。動物が鳥しかおらんと思ったら、まあ普通にこの辺にね亀もいました。亀の頭ってチンチンの先っぽみたいですね。おー、かわいいですね。めちゃめちゃかわいいですね。これがクジャクの子供。クジャク？知らんな。クジャクっぽいですね。この首の周りの色見たら。パタゴニアの動物。マラ。プリメーラです。初耳やな。まあ無料の動物園みたいな感じなんで、鳥とかなんかそういうシンプルな動物しかいないですね。この空間だけ見たらほんまにアルゼンチンって感じ全然しない。マジでどっかのアマゾンみたいやわ。カピバラとリスを足して2で割ったような感じの雰囲気。どこまで近づけるかやってみましょうか。まあ近いよ。逃げたわ。俺のハケもビビったな。こいつ肩筋えげつないな。男の背中より迫力あるやんけ。代表的なスポーツメーカープーマのモデルになった動物があちらです。プーマ。めっちゃ長いなと思ったら気がついたら2周ぐらい歩いていました。だって骨肩筋肉やろ。さっき見たもん。2周目歩いてますけれども、疲れたけれども、その服200円でも買わんわ。ちょっとデカめのイグレシアからの今はバリオチーノに向かってるよ。ニーハオ。ラテンアメリカだったらね、いろんな国にバリオチーノっていう中華地区みたいなのがあるんですよ。中国の街が。ブエノスアイレスの中華地区はここです。バリオチーノ。完全に中華っていう雰囲気。このウォールアート、しかも大仏、ウォールアートがある感じがなんかラテンアメリカがやっぱ融合されてるような雰囲気ありますね。懐かしいな。ひも球を思い出すわ。でもちょっと違うんよ。いい感じの調味料が揃ってて我ら大好き。カレールー発見けどちょっと高い。なんかどこか懐かしさを感じますね。このすき焼きとかのり玉とか本カツオとか味道楽見たら、まあバリオチーノやけどやっぱり日本のアニメが有名なんで、いろんなねアニメのねグッズがたくさん売られてるいつも通りの雰囲気です。ここでまさかの中国と揉めてる台湾の国旗を発見。期日過ぎてます。すべて期日過ぎてます。これが中国のクオリティ。知らんけど、だからオフェルタなんですよ。カレーライスありますが、これは4000ペソやけどちょっと小さい。はい、こっちはさっきより高い2000ペソ、2万ペソですね。まあとりあえずいろんな食材が売られてて、一つ一つ彼に説明してるような感じですね。結構いろいろ質問してくれるんで、これ何、これどんな味、これどういう意味なみたいな感じで。で今うなぎについてね、うなぎは
結構贅沢な料理だよっていうのを説明してます。まさかのカエルですね。面白い。ゴーヤを試したいとのことです。ビエン寿司13,000ペソ。なんかチャッチー感じだけどやっぱり結構値段するね。キノコの山とタケノコの里どっち派っていう話してる時に、いや俺キノコの山好きなんやけどって、いや俺タケノコの里の方が好きやでって言って、ちょうど今買ってきたんよって言って、これ渡したら絶対ウケるような、なんとも言えない価格帯だ。850円ぐらいか。アルゼンチンはね、値段帯ゼロを1つ消したらその日本円になるんですよ。まあかなり近づくような雰囲気なんですけど、まあそれにしてもね、値段高い。このね値段帯で需要と供給成り立つんがほんまに不思議やわ。思った以上に物価が高くて何も買いませんわ。乾杯。乾杯。ありがとうありがとうありがとう。Gracias por comprar cerveza argentina. Muy buena. Delicioso. La mejor. Sí. また花子みたいな髪型の人がたくさんおる。完全にザ中華って感じの雰囲気の店に入ってしまった。で彼がちょっとね、僕のために中華料理をおごってくれるみたいな感じになってますね。こんな感じの雰囲気で、彼がアグリドゥルセっていうのが好きらしいんですよ。アグリドゥルセはなんて言うんだろう、ちょっと甘酸っぱい感じの鶏肉、アグリドゥルセチキンみたいな感じのメニューがあって、それがどうしても食べたいって言ってたんで、いただきます。焼きそばも入ってました。いただきます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 。お菓子を食べたらこんなのが入ってました。帰りは雨が降ってるのでもうねビデオ撮影はできません。今日はここまで。ここでチリのお酒ピスコが登場しました。 Muy bueno. アルトデルカルメン。muy bueno muy bueno。 Muy bueno. Chileno。僕がこんな感じで焼き飯をこしらえながら、彼はピスコのお酒を作ってくれました。 Muy bueno. muy bueno muy bueno。 醤油ちょっと多すぎたかな。Esa es la facultad de Derecho。お店でいろんなものが売られてます。値段は分かりません。そして無人なんですよ。無人でまさかのもう自己申告制というか、ここでバーコードかざしてお金を払うみたいです。タバコも売られてます。すごい空間に連れてきてもらいましたね。サンドイッチやパンを食べ放題、ジュース飲み放題の空間、そしてなぜか自分だけビールを飲ませてもらう。子供たちはみんな室内で遊んでるっていう雰囲気ですね。そして明らかに子供たちの像、アルファホーレスをいただくおっさん。いろんなつながりのおかげでね、面白いね状況を見させてもらってますよ。フェリスコンプレアニョス。こんな感じですね。フェリスコンプレアニョス。貧乏バックパッカーの僕にとってはすごく幸せな空間でした。そしてハンバーガーを持って帰らせてもらっています。チャンチョです。カピバラがいるよ。カピバラ。チャンチョ。ブエノスアイレスにあるプラネタリウム。こちらに見えるのがハルディンハポネスでございます。入場料かかるので僕は入場しませんでした。日本庭園、京都の伏見稲荷を思い出しました。こんな感じですね。柵があるけど手を突っ込んで撮影しているワイ。今日もお疲れさんです。Los árboles más antiguos de Argentina. ああ、más antiguo。 Más de 200, 300 años tiene. アルゼンチンって一番古い木らしい。こんな感じで今ね、市内ねめっちゃ賑わってるけど、昔はここね川だったらしいんですよ。すごいですよね。正直なんていう名前の教会かどうかとか、ここが何か分からんけど、まあ見た目、色使い、雰囲気ちょっとタイっぽい。セントロクルトゥラールレコレーター、この近くにレコレータ墓地っていうところがあるんですけど、入場料かかるんですけど結構ね綺麗な墓地を見ることができる場所もあります。イベントがあるんですけど、まあたくさんね人がおるんでね、この中でみんなねアルゼンチンのね可愛い女の子を探してください。僕はこうやってね動画撮影してるんで、まあいろんなものが売られてますね。クロワッサンとか
ひまわりまんじゅうになるんかな、こんな感じで可愛い女の子が営業してくれてます。ボテロボテロ、コロンビアで有名なボテロ美術館、皆さん行ったことありますか？昔の DJ オズマみたいな髪型、アーティストのボテロが作ったこのね巨大なね銅像、近くまで行って見てみたらまさかの葉っぱ隊だったわそんなに楽しいかこのパンチが。女性がバンバンさっきからパンチしちゃうんやけど、男性になった。そこまで盛り上がるかこのパンチングマシーンで。いけいったれ、おい、イエー。まあ思った以上に女の子の猫パンチちょっと可愛いわ。でね、結構並んでます。こんな感じで結構並んじゃってるよ。半端ない、めっちゃ盛り上がってる。ちょっと面白い。なんか扇風機がめっちゃあると思って、これ扇風機のコーナーか何かかなと思ったら、ここでめっちゃ人休んでる。ほんまに完全なる休憩所やな。めちゃめちゃ涼しいわ。本日はお酒ではなく本格的なコーヒーを堪能させていただきました。ブエノスアイレスにあるコロッセオ。Le hice una mini torta y le dije a Fabi, que es el de rollers. No, 本日もケーキを食べることができそうです。最近は毎日甘いものを食べています。ケーキにはカフェで、メキシコもそうやけどほんまにラテンアメリカはお誕生日会が多い。まあ休みの日はこんな感じでいろんな人とパーティーを楽しんでます。まあこんな感じで誕生日会が終わったというか、まあ途中中断ですね、途中休憩で散歩したりもしています。公園でみんなねまったりするのがアルゼンチン、ウルグアイもそうだったけど、みんな公園でねこんな感じで待て飲んだりしています。僕はついていくよ、ピクミンのように。フェリスコンプレアニョまさかのアルゼンチンにはブエノスアイレスにはエッフェル塔があります。エッフェル塔です。まあこんな感じでね現地人と一緒に行動してたら、日本人が誰もねインターネットとか YouTube で紹介しない場所とかを連れてってもらえるので、なかなかローカルな場所にね行けるので面白いですね。まあ別にねこれエッフェル塔小さいんでね、見たところでって感じですけどね、こういうのをなんか見れるのがなんて言うんだろう、言葉にするのは難しいけどローカル感があって個人的には面白いかな。Estamos en París. Bonjour. これはクラフトビール。アルゼンチンのクラフトビールで、これはウイスキー。シナモンの味がするウイスキー、珍しい。なかなか強い。いろんなお酒を試させてもらっております。まあ今日の一日を簡単に説明すると、朝はのんびり寝て、動画編集軽くして、昼から出発して、友達の家に行って、その友達のね誕生日会を楽しむって感じ。ワイン飲んだり、たくさんケーキ食べたり、アルゼンチンのローカル料理を食べて一日堪能しました。そしてみんなでゆっくりね公園を散歩したりして、その後はまた別の家庭にピザを食べたり、ウイスキー飲んだり、クラフトビール飲んだりっていう感じの締めくくりでした。で、何が言いたいかというと、ここ空いてるんでね、アルゼンチンに住んでいる美女はホームレス、ちゃんと家みたいになってるわ。これすごいなんか地味におもろいな。これパンティゴミ箱に捨てられてるんじゃなくて、ゴミ箱になんか備え付けられてるわ。現在カミニートっていうもろ観光地な場所に向かってるんですけど、その近辺って結構ね危ない場所なんですよ。こういう人通りが少ない脇道、あんまり行かない方がいいですよ。これ見て、めちゃめちゃ靴吊るされてあるし、変な地域やからかな、こんな感じでね道にねお墓があったり、普通にね
警察がね道にねおったりもします。ちなみに街にはこんな感じのね街中を巡る観光用のバスみたいなのもあって、高い金を払えば優雅なね雰囲気に包まれることもできます。はい、ラ・ボカという危険な地域の近くにあるカミニートに到着しました。まあ一言で言うたらカラフルな街並みの場所。タンゴを踊ってます。アルゼンチン発祥のタンゴ。かわいい姉ちゃんですね。小顔で細くて日本人の男性が好みなタイプだと思う。カルネ・アサード。アルゼンチンをね感じることができる何とも言えない場所。ちなみにこのね黒いソーセージみたいなやつモロシージャって言うんですけど、結構ねアルゼンチン人と料理の話したらモロシージャは食べたかって結構言われることあるんですよ。なんでアルゼンチン来たらこれは食べてください。カルネ・アサードもう絶対美味しいけど、モロシージャはなんかそれ食べたかそれ食べたかって結構な人が聞いてくる。カミニート自体は直訳すると歩くみたいな意味。普通にバス事故ってるんやけど、バカーンみたいな音聞こえて何かと思ったら普通に車ぶつけてる。バスが黒い車ぶつけてる。残念ながらこれ揉めるぞ。これは揉めるぞ。ムセオベニートキンキラマルティン。夕方6時まで。さあ入ってみよう。くっそ、残念ながら運悪いことに月曜日は臨時休業の日でした。でもちろん入場無料です。なんでカミニートに来た時はまあ暇つぶしがてら入るのもありでしょう。お前その雰囲気からして絶対待て飲むキャラちゃうやろ。まあなんというかヨーロピアンチックな雰囲気の場所。もうそれだけメキシコを思い出す。お土産物がねたくさん売られてるんですけど、まあもちろん磁石とか飲み物とか帽子とか服とかそういうのも売られてるんですけど、もちろんのことやっぱりねアルゼンチンなんでねメッシが有名。ブエノスアイレス。こんな感じでねたくさんサッカーのグッズが売られてますね。コカ・コーラをおごってくれと言われました。俺におごってくれ。現世代はやっぱねアルゼンチンのサッカーの代表といえばメッシ。もうメッシですよね。ただでもね歴史的に考えたらマドレーヌ言ってもったわ。そんな甘くないよな。マドレーヌ言うてもた。マドレーヌ言うたらなんかみんなから怒られそうやな。サッカー好きのマドレーヌじゃない、なんだったっけ。マラドーナの方がなんか有名というか古くからの伝説なんで、マラドーナの方がなんかねグッズがあったりとかそんな感じで、マラドーナの方がなんかこの辺では有名なんかな、知らんけど。遊戯王カードで星4つ星、攻撃力1700、守備力300ぐらいでおりそう。やたらとは攻撃力が高いだけのやつ。アルゼンチンのスペイン語ってなんかねもうそのペルーとかコロンビアとかメキシコとかと違ってシャーシャー少々言うんですよ。例えばヨーソイトモソーヤとかだったらショーソイトモソーヤみたいな感じで、さっきねおっちゃんがね僕のこと見てシャパーンって言いました。ジャパーンじゃなくてシャパーン言いましたね。ちなみにサッカー詳しくない人でもアルゼンチンでサッカーの話題になったらマラドーナとメッシさえ知っておけばなんとか首の皮一枚つなぐことはできます。あと絶対にマラドーナのことをマドレーヌって言うな。まあそんなん言ってたらメッシがベランダに立っています。マラドーナもベランダに立っています。警察もねもちろんところどころおるって感じかな。やや危険な場所なんで、まあでもね昼間はねこんだけ人おるんで全く危険じゃないですよ。ここでもタンゴを踊っていますわ。こんな感じで、まあ意外にもタンゴはいろんな場所で見れるっていうのが分かりましたね。なんで日本なんジャポン。マグネット普通に安い。1000ペソ安い。2つでトレスミルペソ安い。まあなんかよくわかんけどここが一番のね写真スポットみたいな感じの雰囲気になってます。そしてあそこにおるおばさんらがピクチャー入れてきました。パンツ見えとったんやさっき。おそらくねお金を払ったらおばさまたちと写真を撮ることができます。なんだろう、なんか大阪の西成チックですね。素晴らしいベッドやな。現在はねおしゃれなレストランがあるということでそれをねちょっと連れてきてもらいました。
まあここでね何かを食べるとか何かを飲むかとかそういうわけではないんですけど、おしゃれなレストランの雰囲気をちょっとでもね感じろ言われたんで、ちょっとね見に来ました。ありがとうございます、連れてきてくれて。このレストランおしゃれすぎやろ。いろんなものが置いてある。これ服売ってるわけじゃないのに服めちゃめちゃ置いてあるよ。まあせっかくアルゼンチン旅行に来たんだったらね、こういうところに来てまあみんなカルネアサードを食べながらワインとか飲んだらどうかな。観光地紹介するよりこういうとこ紹介した方が面白いかもしれんな。紹介する方もなんか楽しいわ。ネットに載ってないとこなんで。ゾウさんもいます。ここでちょっとインドとかタイっぽい感じの雰囲気を出してきましたね。とにかくおしゃれ。そしてここでファラオエジプト感出てきてる。おもろいな。これはなんか歯医者さんをモチーフにした椅子らしい。注目の金額というとピザ36,500ペソ。旅行者が行くようなありきたりな場所よりナポレスというレストランの方が景色が良かった、こういう場所ですよ行くのは。さすが南米のパリと言われてるだけあってアルゼンチンのブエノスアイレスおしゃれですね。建物だけじゃなくてレストランの中もおしゃれでした。ロシアの教会、まあロシア行ったことないけん分からんけど、カザフスタン行った時に見た教会となんとなく似てる雰囲気。教会の敷地内にまさかのホームス住んでるの？ボルド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 わーいわーい。こんな感じで汚いねちょっと川みたいなのが広がってるんですけど、あそこに見える小さな船でこの川をきれいにしてるような状態らしい。きれいではないけどね、なんかサスケの万華鏡車輪岩のマークみたいですね。音楽聴きたいとか単語の踊りを見たいという人はこの場所もかなりおすすめとのこと。結構有名な場所らしい。友達の家に招待してくれました。そしてね最上階からの景色を今見させてもらっています。これ見たらもうねミラドールとかね行かなくてもいいですね。わざわざお金払ってこんな感じでねいろんなね景色を見ながらそのアルゼンチン人の生活を見えるじゃないですか。ベランダの様子とかでそういうのを考えるのが楽しい。あそことか見て、これ草ほんましょうもないこと言うて申し訳ないんですけど、あそこに見える赤いやつセクシーな女性のパンティーに見えてくる。皆さん見えてきた？どう見えてくる？まあもちろんブエノスアイレスの中心地なんでね、ここに住むには結構なねお金はいると思いますよ。ブエノスアイレスといったら観光大一番、旅行者の 98% 以上が行く場所オーベリスク。もうこの感じがね観光客から大人気ですね。みんな写真撮るこの場所で、平日夕方4時でまさかの写真撮影に並ばなあかんっていうねオベリスク。それぐらい偉大なオベリスク。ちなみに BA はブエノスアイレスという意味です。おそらくこの場所が世界一車線が多い場所じゃないでしょうか。知らんけどそれぐらい広いですね道。ブエノスアイレスの地下鉄サブウェイスブテと言います。ブエノスアイレスはスブテとこんな感じで御堂筋線、四ツ橋線、中央線。そういやさっき宗教の名刺みたいなのもらったんやけど思いっきり日本語で除霊って書いてあるマップはこんな感じですね、チョリソーに見えてきますね。これがテアトロコロンです。コロン劇場、外観なかなか綺麗で内装もなかなか綺麗とのこと。今度はおすすめのアイス屋さんに連れてきてもらいました。バランス悪すぎやろ。間違いないうまさですね。ほんまにうまい。大満足の味でしたね。おごってもらったんで金額は分かりません。次はね図書館行きます。世界一美しい図書館、世界で2番目に美しい図書館。分からんけどメキシコの空中図書館と言われている超綺麗な図書館と同じぐらい綺麗な図書館があるんで、そこをちょっとね動画で紹介します。エル・アテネオ、たくさんの本があります。そりゃね図書館ですからね、もうね人でごった返してますわ。
図書館兼観光地なんで、金持ち父さん貧乏父さんの本を探せもう今更読んでもしゃあない感じはするけど、これちょっと読みたいな、どっか座ってその辺で。ワンピースの新刊とかがあったら面白いんやけどな、さすがにそれはないか。 Wi-Fi もあって涼しくて座る場所もあって完璧な場所。これは5時間ぐらい滞在できるわ。最上階からの景色がかなりいいんですけど、まさかのお金かかるんですよ、最上階から。なんで最上階から一つ下の階からちょっとね景色をお届けさせていただきます。レッツスタート。はい、世界一綺麗、世界で2番目に綺麗、知らんけど図書館の景色がこんな感じです。まあ確かにゴージャスな雰囲気だね。こんな感じ。あれ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 、みんなが知ってるようななんか映画たくさんあるんじゃねえの。ブルーロック、そしてこれはなんかわからん漫画やけどちょっとエッチッチな感じですか。あやこ、あやこといえばスラムダンクのあやこ姉さん。ワンピースの新刊を探せ。ワンピース97までしかありません。この辺ですね、和の国のあたりですね。ブエノスアイレスに来たらこんな感じで綺麗な図書館でカフェを飲むことができます。そして Wi-Fi を使いながらゆっくり休むことができる、こんな感じの綺麗図書館でした。地下はたくさんのね CD とか DVD かな置いてあって、ちょっとなんとなくTSUTAYAを思い出した。スーパーメルカードにいるのですが、すごい量の肉ですね。夜の繁華街、ちょっと日本に似ているような気もする。そして夜は夜で青々と輝くオベリスク。13 kilos 600. 13キロでカルネ。13 kilos de carne. 家に帰ってきました。サッカーとカルネアサード。アルゼンチンですね。絶景が広がっております。アルゼンチンちょっとおもろいぞこれ。これ蓋開けるやん。蓋開けても蓋閉まってるっていうね。どうやって使う？自分でカットせなあかん。Tomoya trabajando muy duro, todo el día trabajando, 5 o 6 horas lo tengo trabajando mucho. Bien, bien, mira, bien, muy bien. Trabaja muy bien Tomoya, muy bien. Gracias. Mucho trabajo. 現在はビージャト31っていうアルゼンチンブエノスアイレスでかなり危険な場所があるんですけど、そこをねちょっと散歩します。お昼ご飯、まずはソパが到着。ボリューム結構満点です。まあまあなボリュームでした。こっちもね結構なボリュームなんですよ。アイロプエルトという料理です。なかなかのボリューム。ごちそうさまでした。とりあえずね全部食べました。お腹いっぱいですわ。かなりのボリューム。ご飯もスープもサラダも全部食べた。ごちそうさま。量が多すぎるということで他の人の分まで手伝いました。大人になったのび太くんですね。さすがアルゼンチンの首都なだけあってすごい広いですね。こんな感じで切符を買うところはこんな感じ。アーボック発見。ポケモンのアーボックみたい。まあ B ジェットレンタいうのはスラム地区なんですけど、危険な場所で、とりあえずねみんなとね今回は団体行動してるんで、ちょっとね動画の撮影は飲みました。Trocha angosta, mira la trocha de トロちゃんゴスタ finito, 60 centímetros, muy chiquito. muy chiquito。で、危険もあるんでちょっとね動画の撮影とかあんまりしなかったです。 B ジェットレンタいうのでは。危険な雰囲気とかを知りたいという方は、ショート動画チェックしてもらえたらと思います。いつかショート動画出します。アルゼンチンブエノスアイレスの危険な雰囲気の、おそらくね。プチ情報なんですけど、ブエノスアイレスは水曜日結構ねいろんな美術館が無料になる、エントラル料金無料になるんで、水曜日がおすすめですよ。いろんな電車系の博物館やなと思って見ていたら、まさかのアルゼンチンでトーマスですか。こちらの電車がまさかの我らが誇る東芝エレクトリカ。
まあとにかく鉄道に関する歴史ですわ。歴史、本当に詳しくアルゼンチンの鉄道に関することをこの美術館で私たちに示してくれていますね。で、東芝こんなにね関わってるとは知らんかった。誰もお客さんおらんような美術館やけど、なんかこんだけ結構こういう模型みたいなのがあって中に入ることもできて、上に登ることはさすがにできんかなとは思うけど、素晴らしいですね。面白いローカルな美術館やな。うおー、中は普通に暑い鬼滅の刃の映画を思い出す。まあなかなかゴージャスな部屋ですね。2段ベッドがあってトイレもあるような車両。まあなかなか素晴らしい雰囲気ですね。基本的にカラフルな場所って危険チックなとこ多いですよね。あっちに見えるカラフルな場所がさっき言ったビージェットレンタイノです。目の前に見えるのが大型のレティーロっていう駅。ロスハポネセスyロスアルゼンティーノスブエナスエルテなんだこの野菜って言ってて、あ、これゴーヤだよって教えてあげたら、これ作ってくれ言われたんで、今今日はねゴーヤを使って料理しています。ちなみにね、ゴーヤはちゃんとね苦味をね消すために綿はちゃんと取って塩水に30分つけました。それでもね絶対苦いわ、海外の人にとっては。味もね塩コショウでねもうシンプルにいってきます。できた男の情熱手料理完成。最高に素晴らしい T シャツを着ています友達がイタチ。ヘイウルグアイに続いてアルゼンチンのブエノスアイレスでもカルネアサラダを食べることができそうです。塩を振りかけていきます。シンプルな煮付けで素晴らしいですね。まずはじめに骨側から焼くみたいです。カルネが焼き上がったらこんな感じで一つ一つ丁寧にカットしていきます。おいしそう。Sí, ese esレア。こっちがレアでこっちが結構しっかりめに焼いてる感じ。ケーキを食べるための今からねコーヒーを用意するんですけど、なんかエジプト風のコーヒーの作り方らしい。Y yo digo, no, haz una entrevista, le digo. はい、動画をご視聴ありがとうございました。今日もねヒッチハイクやってます。でね、アルゼンチンのねブエノスアイレスなかなか楽しみました。約2週間くらいの滞在だったんですけど、まずはじめにヒッチハイクをしながら泊まってくれた家族がキャンプに連れてってくれて、自分の誕生日とかぶってそこでねいろんなもんね食べさせてもらって、カピバラのお肉とか、マテ飲ませてもらったりとか、お酒飲ませてもらったりとか、そんな感じのねローカルな感じで始まりましたね、ブエノスアイレスに関しては。その後ねその人の家に泊まらせてもらってローカルなね街をね案内してもらったりで、その次は別のねまた家庭に移ってバイクとか車でいろんな場所に連れてってくれました。観光地だけじゃなくていろんな人のお誕生日会、自分のお誕生日祝ってもらったの回したら4回行ったんですよ、ブエノスアイレスで。約2週間の滞在期間で4回行きました。友達のお誕生日とかなんで、たくさんケーキ食べてお酒飲んで美味しいもの食べてみたいな、もうほんま大満喫ブエノスアイレス、で観光面に関してはまあねいろんなね観光場所ありますよ。で治安もそんなめちゃめちゃ悪い感じじゃないし、ただ料理のレパートリーだけがちょっと少ないかなって思ったけど、探したら結構ボリビア料理とかペルー料理とかちょこちょこあるんですよね。ウルグアイに比べたら物価も安いし、まあ旅行するにはいい場所だと思います。大阪みたいな感じで結構都会なんですよブエノスアイレス。まあ都会やけどいろいろね公園とかもたくさんあって、まあマテを飲むにはのんびりするような場所もたくさんありますね。でまあ美術館とか調べたら水曜日は無料とかそういう場所もあるんで、うまくね日程とかを決めながら動いたら効率よく回れると思います。日本みたいにハッピーアワーみたいな感じで何時まではお酒が安いとかそういうのもあるし、あとやっぱりね現地人がおすすめするのがオベリスクです。オベリスクはほんまに人気な場所、
観光客の 90% が絶対に行くような場所ですね。で今日ね、僕のオベリスク元気ないです。下ネタトモソーヤチャンネル登録よろしく。次回トモソーヤチャンネル、ラテン女子と山岳地帯デート。アルゼンチン北部にある景色が超素晴らしいフフイという地方、人気観光地プルママルカを散策。相変わらずお金をあまり使わないキャンプスタイル、なおかつラテン女子と歩くプルママルカの様子を次回動画で紹介。